この動画は2019年2月8月に撮影したものです。今回は、ロマノフ王朝の栄華を今日に伝える街、サンクトペテルブルクを皆さんにお伝えします。ご視聴よろしくお願いいたします。ここは、隣国フィンランドのヘルシンキです。ちなみに、ここはヘルシンキ大聖堂。ヘルシンキの観光名所でもあり、ヘルシンキの街のシンボルでもあります。この写真は、この広場を大聖堂側から撮った写真です。ここに注目。何か、銅像が立っています。もうちょっと、近くで見てみましょう。この銅像を見て、すぐ誰の銅像か、わかったあなたは、ロマノフマニア、ロシア皇帝アレクサンドル2世です。彼は、解放皇帝の異名も持っています。彼は、濃度解放を行い、ロシアの伝統的な濃度制という、しきたりを廃止し、ロシアの近代化へ尽力しました。しかし、その急進的な政策の中で、社会は混乱。帝政打破を試みるテロリスト勢力の増大を招き、アレクサンドル2世は彼らに暗殺されてしまいます。なぜ、ロシア皇帝の銅像がフィンランドの首都のど真ん中にあるのでしょう？あまり知られていませんが1917年まで、フィンランドはロシア帝国の一部でした。しかし、ロシアの中にあれども、フィンランド対抗国という、ロシア皇帝が対抗を兼任する、同訓連合という形をとっていました。また、ロシア帝国とは政治システムが大きく異なっていました。フィンランド人による統治が認められていたのです。そのフィンランド人に対する自治権が一番高かったのが、アレクサンドル2世の治世であり、有名な民族女子シカレワラが作られたのも彼の時代でした。彼の時代にフィンランド文化は大きく発展したため、フィンランド人から敬意を集め、今日も彼の銅像が残っているのです。そうそう、今回ヘルシンキに来たのはここから、国際特急列車アレグロ号に乗って、ロシアサンクトペテルブルクを目指すためでした。AE784 列車に乗ります横には、セイントピーターズブルグの文字が、9番線に行きましょう。この電車が、アレグロ号です。ここから約3時間でサンクトペテルブルクへ向かいます。車内はこんな感じ。私は2等席に座りましたが、食事の出る1等席もあります。ルートはこんな感じです。スキージャンプで有名なラハチェ。コーボラを通って、フィンロ国境を目指します。それにしても、木ばっかりです。フィンランド側最後の駅、コーボラを出ると出国審査です。と言っても、席に座ってると審査官が巡回してくるのでパスポートを渡すだけです。いよいよ、国境です。画面に映っているレールが途切れた付近が国境です。さようなら、フィンランド。ようこそ、ロシア連邦へ。映像ではわかりにくいですが、奥の方に犬を連れた、ロシア国境警備兵がいました。少し走ると、ロシア側最初の駅ビボルグへ到着。国境警備隊がホームに一列になって私の列車が、ホームに入ってくるのを待っていたのが印象的でした。サンクトペテルブルクまでの走行中に車内で入国審査を行います。ロシアって、空港から入国すると、かなり待たされるんですが、アレグロ号ではかなりスムーズで、自分の席に座っているだけなので、かなり楽です。前置きがかなり長かったですが、サンクトペテルブルクに着きました。駅から出ると、タクシーおじさんたちの勧誘ラッシュが待ち受けます。しかし、ここのタクシーは相当ぼったくりらしいので、とりあえず逃げます。はあはあ、近くの公園に来ました。今着いた駅は、フィンランド駅です。サンクトペテルブルクにありますが、フィンランド駅です。ヨーロッパの大都市では列車の行き先ごとに始発駅が分かれていて、ロシアでは、その駅から出る列車がどの方面に行くのかで、駅名が決まります。つまり、この駅からはフィンランド方面へ列車が出ていくという意味です。モスクワ方面はモスクワ駅です。さて、この公園の名前は、レーニン広場。そう、これはロシア名物レーニン像です。ロシアには無数に今でもレーニン広場が存在しますが、このレーニン広場は格式の高いレーニン広場なのです。彼は、1917年に逃亡先のスイスから、封印列車でサンクトペテルブルクに帰還しました。その時、彼がロシアの地に降り立ったのは、このフィンランド駅でした。まさに、この駅からソ連が始まったと言っても、過言ではありません。世界史を動かした場所なのです。ここは、宮殿広場です。サンクトペテルブルクの中心地です。高いところから撮ろうと、自撮り棒で失敗しています。今は、夏ということもあって市民たちが思い思いに、地面に寝そべったり、音楽を演奏したりと、自由に休暇を過ごしています。ちなみに冬はこんな感じです。夏だからこその風景と言えるでしょう。ちなみに、今映っている宮殿がエルミタージュ美術館です。こちらは、9階分賞です。今は一部がエルミタージュ美術館新館として使われています。いやー、いい天気ですね。せっかく
くなんで、エルミタージュ美術館に行きましょう。私個人のおすすめとしては、インターネットで、事前にチケットを買っておくと、裏の専用入り口からスムーズに、入場でき、混雑を回避できます。表の入り口は大混雑なんだな。中に入ると東京中央銀行も顔負けの、階段が出迎えます。そうや、ロマノフ家には勝てません。写真の階段を上がっていくと、ロマノフ家の肖像画や彼らの持ち物が展示されています。中に入ると、この町の創立者である、ピョートル大帝が登場。さらに奥の部屋には、ロシア皇帝の玉座。この椅子に本当に、歴代皇帝が座っていたんですよ。そして、これは彼女邸の中の女帝と評される、エカチェリーナ2世妃愛人が贈った、からくり時計です。やっぱ世界一の富豪と言われたロマノフ家は違いますわ。作者はあいにく、美術品に疎く、全く価値がわからないのですが、それでも見たことのある絵が多数収蔵されています。そのほとんどが、ロマノフ家の財産で買われたようです。ロマノフ家、とにかくすごい。その一言につきます。極めつけはこれ。絶対ロシアにないやん。ここでは、全世界のものが見られます。全然載せきれませんので、直接見に行ってください。見に行っても、なんと展示されていない収蔵物が全体の9割以上とか。ここで、美術館を出ましょう。ここは、ネフスキー大通りです。サンクトペテルブルクの目抜き通りです。スリ多発地帯で、映像があまり撮れませんでした。ここを歩けば、ペテルブルグの街の様子を、肌でしっかりと味わうことができます。それにしても、ペテルブルグの建物はどれも似ていて、非常に迷いやすいです。ここで、私おすすめのレストランの紹介。それは、テレモークです。テレモークは、焼きたてのブリヌイをはじめ、ロシア料理全般を提供しています。クレープのようなものがブリヌイで、すごくもちもちしています。中に、イクラやひき肉などを入れるのが一般的です。私のおすすめは、ブリヌイカルボナーラです。店のオリジナルメニューですが、チーズたっぷりで間違いない美味しさです。左にあるのは、ペリメニにスメタナという、サワークリームをかけたもの。そして、飲み物はロシアの夏の定番、クバスです。酵母を発酵させて作るブドウ風味の炭酸という感じです。私は、ほぼ3食テレモークに行くほど好きです。ちょっと、話題がそれましたが、次なる場所へ行きましょう。目的地はエカテリーナ宮殿です。そこまで、地下鉄とマルシュルートかという小型乗り合いバスを使います。ロシアの地下鉄というと、ものすごく豪華絢爛な駅を、イメージする人も多いと思いますが、ペテルブルグの地下鉄は結構質素です。豪華なのは、モスクワですね。そして、核攻撃シェルターとして作られたという、ホームへ向かうために長いエスカレーターに乗ります。床が少しプニプニしていて、変わった感触です。ダッシュで駆け下りていく人が結構いて怖いです。なんと、世界初のホームドアを設置したのはソ連だそうです。それにしても、動きが豪快だ。車内はこんな感じです。顔が映り込んでいるので、ぼかしを入れています。椅子は公園のベンチみたいなプラスチック製です。欧州ではよくあるタイプです。2号線の終点、クプチの駅に着きました。ここからプーシキンという街までマルシュルート間に乗ります。恐ろしく窓が汚いです。ちなみに、ペテルブルグの公共交通はすべて40ルーブル、なんと57円。ソ連時代の物価が維持されているようです。なんだかんだ頑張って着きました。エカテリーナ宮殿は別名夏の宮殿とも言われています。夏の間の皇帝の避暑地として使われていました。ロシア初の鉄道も、ペテルブルグの中心地とこの宮殿の間を、結ぶものでした。中に入ると、またもやロマノフ家の凄さに圧倒です。ロシアに漂流した日本人、大国や高大優。この宮殿で当時のエカチェリーナ2世に謁見し、帰国を許されたそうです。ここでは、皇帝たちのプライベートルームも公開されており、彼らの私生活も垣間見ることができます。なんといってもこの宮殿の最大の見どころは、琥珀の間。本来は撮影禁止なのですが、ウィキペディアに、パブリックドメイン著作権放棄で画像がありましたので、掲載しておきます。部屋のほぼ全ての建具が琥珀でできています。見る者を圧倒するとは、まさにこの部屋のことです。この部屋には、謎があります。今画像に映っているこの琥珀の間は2000年代に復元されたものです。オリジナルはなんと行方不明。第二次世界大戦中にナチスドイツによって、琥珀の間の琥珀は全て強奪されたと、言われています。一説では、ヒトラーが構想していた美術館に、展示するために、強奪し、バルト海経由で、ドイツへ潜水艦で輸送中に、バルト海に潜水艦と共に沈没したという説がありますが、真実を知る者はいません。ここで、いきなりですがロシアって言ったら、バレエってイメージありませんか？この芸術都市ペテルブルクには、ロシアバレエの総本山こと、
マリインスキー劇場があります。マリインスキー劇場を拠点とする、マリインスキーバレエは、ロシアでも一番の歴史を持つバレエ団で、1740年に帝室によって作られた学校を始まりとしています。ちなみに、ロシアのバレエは私服で見に行くことができます。バレエというと、かなり格式高いものに感じられますが、ここロシアでは、日常生活の一部にバレエ鑑賞があるそうです。ちなみに、日本に近いウラジオストクにも、マリインスキー劇場の分館が最近できましたので、日本からもより身近にロシアバレエを楽しめるようになりました。さて、今度はペテルブルクの中心地にまた戻ってきました。その中心部から少し離れたところに、ペトロパブロフスク要塞というものがあります。ペトロパブロフスク要塞は、ペテルブルグの町と共にありました。1700年にロシアは、当時の軍事大国スウェーデンと、大北方戦争という戦争を行っていました。当時スウェーデン領になっていたペテルブルグ一帯を手に入れた。ロシアは自らの陣地を防衛するためにペテルブルグの町の建設と同時に要塞を作りました。要塞の機能に加えて、政治犯を収容する監獄、そして、歴代皇帝の棺が収められています。その棺が収められているのが、ペトロパブロフスキー大聖堂です。一般に公開されており、誰でも歴代皇帝の棺を見ることができます。中に入るといきなり、皇族の棺たちが出迎えます。左側の棺はアレクサンドル3世。左の棺は妻のマリア・フヨードロブナです。二人は最後の皇帝ニコライ2世の両親です。マリア・フヨードロブナの棺は2000年代に入ってから埋葬されました。ロシア革命の影響でイギリス・デンマークに亡命していた彼女は、死ぬまでロシアの地に帰ることはできず、彼女が生まれたデンマークで死去し、死後70年近く、デンマークに埋葬されていました。2000年代に入り、デンマークロシア政府間で、マリアの棺の移送に同意し、70年ぶりにペテルブルグ返還しました。ちなみに息子のニコライ2世は、1918年にその後のソ連の元となった、ボリシェビキによって、ロシアエカテリンブルグにて暗殺され、ソ連崩壊まで、遺骨が発見されませんでした。彼の遺骨も、このペトロパブロフスキー大聖堂に、死後80年経った1998年に埋葬されています。しかし、彼の棺の部屋には他の皇帝たちとは異なり、離れたところからしか見ることができません。彼が現在、ロシア正教会の聖人だからかもしれません。上を見ると塔の先端部分が見えます。皇帝の埋葬地というだけあって、きらびやかです。そして、奥にはこのサンクトペテルブルクを語る上で、欠かせない人物である、ピョートル大帝一世の棺があります。あの偉大な歴史的人物の前に自分がいると思うと、ゾワゾワしてきます。序盤にも言いましたが、彼は当時欧州屈指の、軍事大国であったスウェーデンを大北方戦争で破り、領土を拡張しただけでなく、ロシアの地位も上げました。国内でも貴族の西洋化のために、ヒゲに対する課税などを行いました。そして、彼が行った政策の中でも古の首都だったモスクワから、ここに、新たに作った新首都サンクトペテルブルクへの首都移転、その後のロシア史に大いに影響を与えました。彼は、より海に近い場所に首都を移すことで、西欧へより開かれたロシアを目指そうとしました。彼の号令で始まった新首都計画ですが、もともと、ひどい沼地だったこの一帯は、土地改良にかなり苦労し、1万人もの労働者が亡くなり、屍の上に作られた町とも言われています。また新首都の権威を高めるために、ロシア全土から、貴族のペテルブルク移住を皇帝は求めました。その際に、土地改良用に岩を持ってこさせるなど、ピョートル大帝の強権でこの町は発展していきました。ペテルブルクは町全体が彼の生き様を今に伝えています。空港には、ピョートル大帝にスマホとキャリーバッグを持たせるという、日本の天皇一家でやったら大変なことになりそうなものもありますが、いかがでしたでしょうか、サンクトペテルブルク。冬は川も凍るほど、凍てつく街です。こんな場所に、こんなに華やかな街を作った先人たちには、頭が上がりません。第二次世界大戦中、2年半にわたってこの街はドイツ軍に包囲され、67万人以上の市民が餓死などで亡くなりました。しかし、市民たちはこの文化都市を守るために必死に戦いました。数々の歴史の大事件を目の当たりにしてきた。この街からは強さを感じます。そんな先人たちのこの街への愛が、素晴らしい。ペテルブルクを作っているのです。今回は、動画の尺の関係上これ以上は紹介できませんが、ペテルブルクには、心を動かすものがたくさんあります。そうそう、言い忘れていましたが、あのプーチンが生まれたのもこの街。彼はこの街で育ってきました。彼もまた、サンクトペテルブルクの人々の街への誇りを、持っていることでしょう。今、ペテルブルクでもコロナウイルスが猛威を振るっています。ですが、一生に一度は行って後悔しない街だと私は思います。ぜひ、いつかはペテルブルクへ、